そろそろですね、原付のバイクの方も乗りたいなと。そして自転車の方ですけれども、2026年4月からですね、青切符の方導入になりますので、安全な方法としては、歩行者として歩道をですね、自転車を降りて押して歩いて信号を渡ると、交差点を渡ると。はい、皆様こんにちは。本日はですね、ちょっとお散歩動画の方を久々に撮っていきたいなと思いますね。周りを見るとですね、今住宅街の方を歩いておりますけれども、雪の方がですね、道路の方にはもうほとんど残ってないんですよね。一部ですね、ちょっと今向かっている先に山になってますけれども、本当に一部という感じで、ほとんど残っておりませんので、見た感じはもう自転車ですとか、車道の方ですけどね、乗れそうですね。そろそろですね、原付のバイクの方も乗りたいなという気がするんですけれども、それはですね、気温がまだ低いので、長距離は乗れないなと。市内であれば、そこそこですね、乗れるかなという感じでしょうかね。で、自転車乗るとですね、このようにですね、滑り止めの砂がですね、道路に巻かれてるんですよね。で、それが車線の路側帯ですね、の方に寄ってますので、そうなると、自転車を走るときですね、砂にタイヤが取られてしまって、ひっくり返ってしまうということも考えられますので、自転車は自転車でですね、ちょっと走るのが、怖かったりするんですけど、滑ってこけてしまうとですね、ちょっと命に関わりますので、車道側に倒れたら危険ですからね。できれば、まずはですね、原付バイクの方で走行してですね、様子の方を見ようかなというふうに思っていたんですけれども、まだバッテリーつなげていないので、エンジンはかけれないんですよね。ひとまずですね、このままちょっと歩きつつ、様子の方を伺っていこうと思いますけれども、そして自転車の方ですけれども、2026年4月からですね、青切符の方導入になりますので、ちょっと周りの方が結構音大きいんですけど、私の声入ってますかね、大丈夫でしょうかね。いろいろな項目があって、反則金の、青切符の方が警察によってですね、取り締まりの方が始まるということなんですけれども、これはどうなんでしょうね。自分の普段走っている周りの環境ですとかと照らし合わせますと、この道のこの標識はどうなんだというようなことも正直なところですね、何箇所かあるんですよね。これどうやって通るんだろうっていうですね。なので、その辺をどこに確認すればいいのかというのがちょっとまだ判断しかねているんですけど、多分道路なので、道路交通法は警察管轄ですから、警察に聞くのが一番いいのかな。で、現在ですね、いろいろな YouTube の方で、その自転車の取り締まりですとか、いろいろと、
これはダメだよ、これはいいよという感じで取り上げているんですけれども、どうなんでしょうかね。本当に合ってるんでしょうかね。ちなみにですね、どういうような場所かと言いますと、普段はですね、車ですとか原付きのバイクの方で走っておりますので、そんなに気にしていなかったんですけれども、いざ実際にですね、自転車の方の取り締まりの方が始まるということで、大丈夫かなと、自分が普段走っているところを見直してみますと、車と原付バイクというのは道路標識、車両用の標識の方を見て判断するんですけど、自転車はまた違うんですよね。現在ですね、どのように通るのが正解なのかなというのを迷っているのがですね、例えばなんですけども、片側3車線の道路がありまして、交差点手前で4車線になるんですね。で、左から1車線目、2車線目に関しては左折専用の道路になって、左から3番目の車線はですね、直進専用で、左から4番目の車線は右折専用なんですね。で、この時に自転車ですね、直進しよう、もしくは2段階右折をしようとした時に、どういう風に通るのが正解なのかなと。多分予想ではですね、左折する車両に注意をしながら直進をするということになると思うんですけども、正直ですね、そこの交差点は交差点手前で4車線になるぐらいですから、道込んでるんですよね。多分ですね、普通に直進するとですね、どちらかの車線の車両にですね、引かれてしまうと思うんですけど、どうなんでしょうね。結構危険な交差点だと私は思ってるんですね。こちらの方はちょっと雪がまだ残ってますね。こんな感じですけど、道路の方は問題なく、車両の方は走れそうですね。で、自転車の話に戻りますけれども、で、自転車は自転車で標識といいますかありますので、その交差点がですね、例えば自転車専用、歩行者専用交差点ということであれば、そういう標識がですね、歩行者用の信号機の横の方に看板としてあるようであれば、歩行者と同じように、その歩行者の信号が変わったら、専用の信号が変わったら進むということになるはずなんですけども、一応ですね、気になって確認して行ったんですよね。そうするとですね、ダメでしたと言いますか、そういう看板はですね、標識はですね、出てなかったんですよね。なので、どうしたものかなと。自転車の場合は一番左車線を走るのが、決まりですから、そうすると4車線の一番左側、左折専用の車線からですね、直進専用の車線の方に、行くと言いますか、走ると言いますか、そうなるんですけれども、そうすると、1車線目の右折車両に関しましては、多分目視で自転車見れると思いますので、引かれることはないと思うんですけども、左から2番目の車線はですね、多分、
1車線目の車の影になって見えないことが多いと思いますので、そうすると引かれて跳ねられてしまうということが非常に考えられるんですよね。確率が高くなると思うんですよね。そうなると安全な方法としては、歩行者として歩道をですね、自転車を降りて押して歩いて信号を渡ると、交差点を渡るということが一番安全かなというふうに思うんですけどもね。今まではですね、原付バイクと同じような乗り方で普通に自転車をですね、車道の方を走っていたんですけれども、自転車は自転車専用の標識の方があったりいたしますので、それをですね、見逃さないようにすることによって、多分、反則金の切符を切られてしまうということは少ないと、もしくはまるっきりないと思うんですけれども、これは何の木だろう。ただですね、一番怪しい内容というのはですね、例えばですね、こういう道路で、左車線によってですね、自転車の方を走らせていて、私が例えば車を乗っているといたしましたら、中央車線が黄色で追い越し禁止になっていたりですね、するような場所で、なおかつ車線も狭いと。そうすると、追い越しをする際にですね、黄色い線をまたいで抜かしてしまうということができませんので、そして追い抜きの方もですね、できるような車線に来て、追い抜きをするにいたしましても、1.5 メートル以上と言われているところが多いと思うんですけれども、札幌市のですね、自転車のルールですとかのページがあるんですけど、そちらのページを見ますと、追い抜く際は時速30キロ以下で行うということだったんですけれども、ただ追い越し禁止の、車線があった場合には抜けないというジレンマもありますけど、要するにですね、車両が自転車を抜くときに安全に抜ける状態であれば追い越して構わないということなんですけれども、ただ正直なところですね、曖昧と言いますか、普段はですね、自転車のサイクリングロードの方を使うことが多いので、あまりこういったようなですね、住宅街の方も通ったりしますけれども、あとは国道なんかが多いので、そういったところですね、走る場合には今後ですね、気をつけていこうかなというふうに思いますね。というわけで、本日はこの辺で動画の方を終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。